ニューガンダムはどのようにして生まれたのか。ダブルゼータガンダムとニューガンダム、デザイン初期案から最終版への変化とは。機動戦士ガンダムが放映終了後に人気を博し、続編の機動戦士ゼータガンダムも制作されました。そして RX78 ガンダムの後、変形機構を搭載するという目で見て分かりやすい評価が導入されたゼータガンダムですが、変形機構を入れたゼータガンダムの次はどのような評価を施すのか、非常に難しい課題だったようです。そして制作陣の方々の苦労の末に完成したダブルゼータガンダムの先には、原点回帰してシンプルなニューガンダムが誕生しました。結果的に機動戦士ガンダム逆襲のシャアは好評を博して永遠に語り継がれる名作となり、ニューガンダムはアシンメトリーの境地ともいえる秀逸なデザインとなりましたが、私たちがよく知るニューガンダムが生まれるために度重なるデザイン構想がされていたようです。そこで今回はダブルゼータガンダムとニューガンダムの初期デザイン案から最終版への変化を見ていきたいと思います。ダブルゼータガンダム。まず機動戦士ガンダムダブルゼータより主役機体ダブルゼータガンダム。まだ細かい仕様が決まっていない段階で、変形というコンセプトを持つゼータガンダムを超えるイメージとして、バンダイからデザイナーの方に発注された新しいガンダムの初期案の一部がこちら。まずは秋高美歌によるダブルゼータガンダム。画工によってはオメガガンダムという名前で表記されているこの機体は、ダブルビームライフルや膝の突き出した感じは最終版と近いイメージとなっているように見えます。他はゼータガンダムの後継機ということで、ゼータガンダムの面影を感じさせるイメージでしょうか。シールドは何かシザース系ギミックが仕込まれていそうな感じにも見えます。なおこちらは中身となるコアガンダム、別名ガンダムマーク3、上半身に下半身である G アーマーが合体することで完成するガンダムとされています。次に藤田和美氏が描いたデザインがこちら。画工によってはニューガンダムやゴッドガンダムとも記載されているこの機体は変形特化型とされていて、個人的にはバウのような地位のような、そして胸部はどことなくガンセイバーゼータの面影を感じさせるデザインのようにも見える気がしますが、気のせいでしょうか。勇者ライディーンのパロディとのことで、変形して突撃隊系バードガンダムになるようです。そして岡本秀夫のデザインがこちら。秋高氏と近しいコンセプトのようで、素体となるシードガンダムを中枢にして G アーマーが合体するというコンセプトだそうです。こちらも画工によってはオメガガンダムと表記されています。また残った G アーマーのパーツはバイファムのスリングパニアーのような形で合体してガンダムの行動をサポートするというもの。ところどころに見受けられる流線形の形状がどことなくバイファムの面影を感じさせる気がします。他にも現在知られている同名の機体とは異なるガンダムマーク3の画工も見られます。こちらは重戦車タイプとスペースタイプに装備を換装するという換装機になっています。こうして複数のデザイン案が出た後、ダブルゼータガンダムは変形合体するガンダムというコンセプトに決まり、サンライズによるデザインコンペが行われたそうです。ここで出た案がこちら。まずは秋高美歌のダブルゼータガンダム第2案。第1案と比べるとダブルビームライフルがなくなり、バックパックの大型キャノン砲が目立つようになりました。また個人的には足回りがダブルゼータガンダムというかフルアーマーダブルゼータガンダム的な要素を感じさせるような形状になった気がします。肩アーマーも最終版ダブルゼータガンダムの面影を感じさせるデザインにも見えます。次に藤田和美氏のダブルゼータガンダムがこちら。こちらは長野守氏がデザインしたダブルゼータガンダムを藤田氏がリファインしたものだそうです。こちらも少し流線的な形状が入り、ゼータガンダムを引き継ぎつつも個人的にはガンダムマーク5というか少しジオン的な意匠を感じます。他にはこちらと同時期に提出された作者不明のイラストとしてこちらの画像が残されています。ゼータガンダムの面影を感じさせつつも変形合体が可能だそうです。頭部や胸部はゼータガンダムに近しいものを感じますが、腰部サイドアーマーやシールドに最終決定したダブルゼータガンダムの面影を感じさせるデザインになっています。ちなみにダブルゼータガンダムは秋高氏のデザイン案が最も有力視された後、番組のメインデザイナーに選ばれた長野守氏が最終的なダブルゼータガンダムのデザインも担当することになったということで、長野氏は
秋隆の案をもとにダブルゼータガンダムのデザインを進めたものの、スポンサーサイドと衝突して番組を降板し、最終的には小林誠氏と新藤社でデザインされたそうです。ニューガンダム。ニューガンダムは富野義行監督により、原点回帰やマントをつけたガンダムというコンセプトが提示されていたということで、サンライズ企画室の若手デザイナーやスタッフによってデザインが固められ、伊豆淵豊氏がまとめるという形で完成したと言われています。まだニューガンダムという仮称で記載されているニューガンダムのデザイン。こちらのイラストでは一見シンプルな機体ですが、全身の形状からしてそれまでのガンダムからの脱却を図ったデザインのようにも見えます。次にこちらのデザイン。同じく全身の形状は従来のガンダムとは似ていないものの、頭部はニューガンダムにかなり近づいているようです。そしてこちら、初代ガンダムに原点回帰したデザインになっていますが、後頭部は百式機のように後ろに伸びた形状になっています。他にはこちら、シグマガンダムのデザイナーの方の作品でしょうか。大きな剣部が目を引く形状となっています。次にこちらの画像では画質が荒く分かりにくいのですが、 GP02 の原案ジオニックガンダムの頭部のようにも見える気がします。他にも本体だけのラフデザインも複数あるようです。いくつものデザインを見比べてみると、胴体はどれも最終版に近しいものを感じますが、大きく異なるのは剣部でしょうか。武装だけのアイデアも出ていたようです。こちらの画工ではビームライフルというよりはリガズイカスタムのビームアサルトライフルに近いような形状が見られます。他にもシールドとの組み合わせも多数存在したようです。この段階では丸みを帯びたシールドが多く、まだ最終的な角張ったデザインはあまり見られません。頭部デザインは他にも存在したようですが、こちらのデザインはどちらかといえば漫画ダブルフェイクアンダーザガンダムの表紙の D ガンダムに近い気がするのは気のせいでしょうか。フィンファンネルはマントがコンセプトということですが、ファンネルアイデアのイラストを見ると基本的に左半分にしか背負っていないように見えます。もしかしたらスペースの都合などで半分だけを描いているのかもしれませんが、形状としては最終版のような折りたたみ式のものもあれば、ガンダムローズを彷彿とさせるデザインのものもあるようです。こうして様々なデザイン案が出る中、伊豆淵氏によって描かれた初期ニューガンダム元いハイエースガンダムはまだバックパックが最終版と異なるという違いはあるものの、この時点で機体デザインの方向性はすでに決まっているようです。なおマントをつけたガンダムというコンセプトが後のフィンファンネルになったようですが、この時点ではファンネルラックが翼を広げたような形状ということでペガサスガンダムとも呼ばれていたそうです。ちなみにハイエースガンダムとは富野監督がシャアのスペルを S から始まると勘違いしていた頃、シャアを超えるガンダムという意味でハイエースと名付けたと言われています。またその後のファンネル装備時のバリエーション画像を見ると、すでにほぼデザインが固まっているようです。ちなみにギガズイはゼータガンダムの簡易版みたいなものをというオファーを受けた伊豆淵豊氏によってデザインされていますが、初期の頃からどれも最終版に近いデザインだったようです。なお企画段階ではゼータ1という名称とされています。以上、今回はダブルゼータガンダムとニューガンダムの初期案から最終案へのデザイン変化をご紹介させていただきましたが、個人的には特にゼータガンダムという可変機の次に登場するダブルゼータガンダムはどういうコンセプトにするべきか、制作陣の方々が非常に悩んでいたであろうことが伝わってきます。一度強化された機体をさらに強化することへの期待と難しさを両立したダブルゼータガンダム、そして逆にあえて原点回帰でシンプルにしたニューガンダムですが、もし機動戦士ガンダムダブルゼータという作品なしに逆襲のシャアが描かれていたら、ニューガンダムをゼータガンダムの強化発展型として合体変形をコンセプトとした機体にせざるを得なかったかもしれないと考えると、シンプルかつアシンメトリーの境地ともいえるニューガンダムが誕生したのはそれまでのガンダムの歴史あってのものとも言えるのではないでしょうか。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。